皆さんおはようございます。シンガポール人の J です。Hi guys, this is J here。今日はシンガポールの駅ぶらり旅の動画ですが、そのシンガポールの南にある、セントーサー島の創立っていうか開発50周年を記念として、そのシンガポール本島とセントーサー島を結ぶセントーサーエクスプレスというモノレールの、4つの駅すべて、ブラブラしていきたいと思います。それではレッツゴー。それではまずビボシティ駅から、乗車したいと思います。レッツゴー。はい、モノレールが来ましたので乗ります。もう出発します。でこのセントーサーエクスプレスの駅は合計4つありまして、一応プランとしてはまず一番遠い、ビーチステーションからシンガポール本島まで徐々に、ブラブラしていきたいと思います。ちょうどビーチステーションに着きました。はい、セントーサーエクスプレスの、シンガポール本島から一番遠い終点ビーチステーションに来ました。そうですね、ビーチステーションの近くにWings of Time という、ウォーターショーとiFly という、インドアスカイダイビングができる施設があるんですけれども、やはりこの駅といえばビーチですね。早速ですがちょっと、ビーチ行きたいと思います。でちょうど今日はセントーサーでランニングイベントがあるので、あっちこっちに、赤い服を着ながら、歩いたり走ったりしている人たちを見えるかもしれないんです。なので今日も、午前中にビーチシャトルという、ビーチ沿いで走っているトラムも一応運休しています。午後12時から運営再開しますが、でセントーサー島に、ビーチ3つありますね。ただいま、セントーサーの一番西側にあるシロソビーチにいます。でこのビーチはなんでシロソビーチに命名されたかというと、おそらくポートシロソの近くにあるんじゃないかなと思います。で、シロソという名前自体はマレー語で、石の意味なんですけれども、当時シンガポールの海峡に、大きい石が結構あったようですね。当時シンガポールに来る、船たちがそういう大きい石を避けながらシンガポールに、泊まりに来ましたですね。で1868か9年ぐらいに、スエズ運河の開通によってこの東南アジア周辺の貿易もにぎわってきた同時に、この周辺の海も守る必要も出てきました。なので当時のイギリス人たちは、このセントーサー島で、フォートをいくつか作りましたですね。フォートというのは、鉄砲台と言ってもいいでしょうかね。その一つは、この周辺にあるフォートシロソです。でこの3つのビーチのうち、シロソビーチが一番長くて、近くにも、バンジーやスイングができるスカイパークと、あれはシャングリラ・ラサ・セントーサーホテルというアトラクションがいくつかあるんですね。ぶらり動画の初めに公園で散歩をしたりすることがよくあるんですけれども、初めて朝ビーチで散歩をしています。結構気持ちいいですね。海風もあって、この波の音も結構癒されます。そして、シロソビーチの端っこにあるシロソポイントケーブルカーステーションに着きましたので、これから、ちょっと U ターンして、パラワンビーチに行ってみたいと思います。でぶらり動画なので駅周辺をブラブラすべき
だと思われるかもしれないんですけれども、ビーチステーションからシロソビーチの端っこまで歩いていくのは遠すぎませんと思うかもしれないんですけれども、実はシロソビーチからビーチステーションまで徒歩でかかった時間は約12分から15分だけです。それはすでに通常のぶらり動画で歩いている範囲より短いですね。そして今からビーチステーションを出て今回左側に行ってみたいと思います。あそこもなんか建築を行っていますね。まあまあ揺れますね。はい、ただいまこちらの橋を渡ってパラワンビーチにあるパラワンアイランドの展望台に来ています。眺め綺麗ですね。今日晴れてよかったんですそして、島国のシンガポールは他の島に囲まれているので、やはりそういう広く無限の海の景色がないですね。タンカーやコンテナシップばっかりですし、少し見えるかもしれないんですけれども、あちこちにシンガポールの離島サウザンアイランズがありますね。で天気が良ければ実はもっと遠くにあるインドネシアも見えるらしいです。で私の後ろにあるパラワンビーチの名前の由来はパラワン島です。アジア大陸最南端の展望台があるパラワンアイランドではなく、ウィングズ・オブ・タイムの後ろにあるプラウ・パラワンから由来されたみたいです。であちらは、本当のプラウ・パラワンです。プラワン島ですね。でパラワンは、マレー語で、ウォーリアー、ヒーローみたいな意味があるんですね。おそらく昔、この周辺の住民たちを救った人がいたんじゃないかなと個人的に思います。はい、アジア大陸の最南端ポイントに来ました。ですが実はシンガポールの埋め立て工事によって2003年から2006年にセントーサコーブという超高級住宅地ができたことによって、あちらの方がここより南にあります。はい、ただいま、セントーサのビーチのうち一番狭いタンジョンビーチにやってきました。もう一眼ぐらいできる狭さですね。もうあそこが終わりです。タンジョンビーチにいるお客さんとパラワンとシロソビーチにいるお客さんのちょっとタイプがちょっと違いますね。団体かそれともパッと見たら明らかにローカルシンガポール人ではないの方が多いですし、ペット犬とかが走ったりしている姿も見れるんですね。そしてあそこにセントーサコーブにある高級住宅が見えてきました。でタンジョンビーチのタンジョンは山頂のことなんですけれども、実はセントーサ島に一番高い山というか丘はマウントセラポンという丘です。この後ろにあります。ちょっと見えないんですけれども、あそこ以上歩くとセントーサコーブという超高級住宅区に入ってしまいますので、これから U ターンしてビーチステーションに戻りたいと思います。でこのマウントセラポンの近くにも、フォートが2つあるんですね。フォートコナットとフォートセラポンがあります。よいしょ。熱っ、熱い、痛い。でこちらの鉄砲台は、ここの住民を誰から守るかというと海賊です。タダダンタンタダダンタンタダダンタンタダダンではないんですからね。タランタランタンタランタランタランタンではないんですからね。本当の海賊です。でこの東南アジアの海の周辺はシンガポールがイギリス植民地になる前にすでに海賊が多いらしいです。なのでイギリス人たちは、セントーサ島に、フォートシロソ、フォートコナットとフォートセラポンと、そしてこれから向かうインビアバトリーを作ったんですね。そしてシンガポール本島の、南側にも
そういう鉄砲台やフォートがいくつもありますね。おそらく先ほどのパラワンビーチのパラワン、英雄の意味の言葉もこの周辺の海賊対抗活動で、生まれた名前じゃないかなと思います。あ、来ています。乗りましょう。Have a pleasant day at the State of Fun. ビーチステーションに戻りました。さて、次の駅の周辺をブラブラしていきたいと思います。Let's go。 あれ？ないんですけど。あれ、どこに行ったの？この動画面白かったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。